シビックのチューニングの可能性をバトルでテスト。チューニングレベルの違う3台が国産最速軍団相手にどこまでいけるか究極決戦だ。シビック軍団1台目はニューシビック。タイヤを S タイヤに変えて再エントリー。今度の相手は半端じゃないぜ。天禄王者の名にかけてバトルに挑む。2台目は100万チューンシビック。この金額になるとダンパー、スプリング、タイヤはもちろんフルブッシュ化、そして目玉ともいえる 1.8 リッターキットも組めてしまうほぼフルチューン仕様だ。そして最後は200万円チューンシビック。この車で目につくのはカーボンボンネット、ボメックのバッテリーなどの軽量化パーツ。それ以外は100万チューンと変わらないように見えるが、エンジンはカムまで手が入れられ、バルブ周りもリファイン。 N1 マシン以上のチューニングレベルに達している。最速軍団のエントリー1台目は S14 シルビア。 FR2 リッターターボとくれば天禄クラスを卒業したやつらにはバッチリ。価格で考えると100万シビックがライバルだ。続いて RX7。 車が大きく重くなっていった中で早くから軽量化などに取り組んでいたのがこの車。ライバルはズバリ200万シビックだ。世界の FR の中でも最速の部類に入るスープラ。シビックなんぞ相手に負けられない車なのだ。そして R33GTR。 足回りの変更、タイヤのサイズアップなど走りに手を加えた軽音質仕様でエントリー。もちろん勝つのが使命だ。グリッドはチューニング費用を含めた価格が安い順番に並べた。さあ究極決戦5ラップ、いよいよスタート。ロケットスタートを決めたのはドリドリ200万シビックと中谷 GTR。 早くも2番手争い。スタートをドリドリ200万シビックからリプレイ。さすが1800シビック。桂 RX7 ドリドリシビックに立ち上がりで抜かれる。 K1 シビック速いっす。早くもトップに立ったドリドリシビック。 GTR はまだ前に出られない。スタート失敗のハラスープラ。何やってんの。ハラスープラシルビアをやっとパス、6位浮上。なんだよ、新参者はお手柔らかに釣ったばっかりなのにもうこれかよ。これで抜けなきゃ嘘でしょ。ストレートはやっぱ速いっす。あれシビック速いじゃん。GTR にパスされたものの食らいついて離れない多い新型シビック。恐ろしいポテンシャルだ。速い速い。完全独走体制のドリドリ号。中谷 GTR も上がってきたぞ。 RX7 スープラとほぼ同じラップで周回している服部シビック。順調に周回をこなすドリドリシビック。中谷 GTR 差を詰められない。一方後ろではハラスープラが徐々に服部シビックとの差を詰めてきた。ああもう4が上がっちゃったよ。ちょっとずつ離れ。待ってよか。インを開ける服部シビック。何か秘策でもあるのか。ありがとしかし服部シビックスープラ相手に大健闘。う。シビック速いね、ストレート。普通に乗るんだったらもうこのチューニングで十分。おっとドリドリトラブルでリタイアかと思いきや、なんと GTR を待つこの余裕。
わあ全然速い全然速い。負けてない、どこでも負けてない。コーナーなんか全然シビックの方が速い。いただき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 、ほらいただきいただき、負けてない負けてない。あ、140の近くなっちゃう。 GTR より速いのそれ。異常な速さだね。いいなこのハンドリング。バトルは残り2周、またしてもドリドリぶっちぎり体制だ。いくらねシビックに100万かけようが200万かけようがこういうことはできないでしょうだ。すげえシビックだな。ねえどうだよみんな。これがホットバージョンだよな。ホットバージョンってここまでなきゃいけねえよ。今度こそぶっちぎりと思っていたらまたしてもスローダウン。しかしバトルはファイナルラップへ突入。さあシビック対 GTR の戦いを見てみたいと思います。ニューシビックがどこまで立ち向かえるのかね。ついてくよ。コーナリングスピードもそんな変わんないですね。さあ勝負はバックストレートと最終のみ。ここから本当に届くの？コーナーで差を詰めるドリドリシビック。しかし届かない。結果はご覧の通り。200万シビックはもちろんだが新型50万チューンの活躍が光った。俺が本気で走ってると思ってないだろ。悪いけど悪いけどオイルクーラーつけばだからねもっと速いと思うけど、はいはい、だからもう6000回転メーター押さえたんじゃなくてストレートも全開にしなかったからね、はいはい、だからこれはでも速いよ。速いね。200万円チューン。これは油温がまだ低い頃に全開でいってもストレートでいい勝負してたからね。はいはい。これは速いですよ。化け物シビックあれすごい。だからもう史上最強のナンバー付き車両とこのように烙印をしたいと思います。多分ねなんか足どっかおかしいかもしれない、うん、逆に後半曲がらなさすぎるんですよ。やっぱりシビック勢は S タイヤ履いてるでしょ、と最終コーナーなんかインベタのまんま回れるわけ、でセブンが決して遅いんじゃなくてやっぱり市販タイヤだから、アウトにアウト取んないと曲がりきんないんだよね。はい、じゃあプースラーシルビア組はい、そんないじけないで。全然面白かった。1コーナー抜けたらビリだもんもう。マルシア。1コーナー抜けたらビリですよ。ただプースラー全然4金なんだでしょ。メーターないもんね。探したんだけど。100万チューンのシビックといい勝負だよね。ストレートなんかも。高い車を買った人ってもう他にお金が残ってないじゃない。だから S タイヤも買えないしブレーキパッドも買えないわけよ。ね。だけどコツコツやってるやつっていうのは次はブレーキパッド買って次はタイヤ買ってそういうことができる。